私の父は教師だった。そんな父が歴史の授業をする教室で、ある日私の人生は決定づけられた。人類がこの壁に追い詰められていく経緯について、あることを疑問に思った私は父に他愛のない質問をした。父はその時こそ黙っていたが、家に帰った後で私の問いに答えてくれた。王政の配布する歴史書には数多くの矛盾が存在することを、そして突拍子もないがある種の真実性を秘めた一つの仮説を。私は町の子供たちに父の説を吹聴した。何の悪意もない無邪気な行為だった。だがその詳細を憲兵に尋ねられた日、父は遠く離れた町で事故に遭って死んだ。無論事故とは名ばかりだ。父の仮説を良しとしない者の手によって殺されたのだ。壁の中で特権的な生活を貪る一部の人間の欲望と、純粋な疑問に突き動かされた愚かな息子に父は殺された。そして父の仮説は私の中で真実となり、父の仮説を証明することが私の人生の使命となった。人が巨人になり、巨人が壁になる。この残酷な奇跡に満ちた世界で、あの日に発した問いの答え合わせをすることが、この人生の生まれてきたことの意味だ。そのために私は調査兵団を率いて多くの部下に命令してきた。命を投げ打ってくれと。調査兵団に入ればほとんどの人間が死ぬ。初めて壁外遠征に出た新兵が巨人の餌となる確率はおよそ5割。2人に1人は命を落とす。たった4年の間にも調査兵団は大多数の兵士を失い、それまでに築き上げた成果もウォールマリアの陥落により一瞬のうちに崩れ去った。人類のために心臓を捧げる調査兵に明日も生きている保証などどこにもない。現状は惨状そのもの。いかなる希望や夢を説いてみたところで、全てはあっさりと踏みにじられる。どんなに大義を掲げようとも、誰かのために犠牲になろうとも、それに報いられることはほとんどない。だがそれでも私は多くの兵士たちに死ねと命令してきた。博打じみた作戦でこの残酷な世界に抗おうとしてきた。かつて共に調査兵団を志した仲間は今、行きつけだった酒場の娘に恋をし、彼女を守る道を選んだ。私も同じような道を歩もうと思えばそうすることができただろう。でも私は惚れた女よりも巨人と戦う道を選んだ。たとえ平穏な生活を選び幸福な人生を送ることができたとしても、人はいずれ死ぬ。希望か絶望か、この小さな世界が変わろうとするとき、己の道を選ぶのは自分自身しかいない。信じる道を選ぶのは他ならぬ自分だけだ。
この世界の敵は何なのか。この絶望から人類を救い出す鍵は人間の意志にしかない。揺るぎない意志こそが人類の希望だ。だから答えを知りたければ見に行くしかない。自由の翼を背負い、己の腕や多くの部下を失ってでも残酷な世界に抗い、壁の外を進み続けねばならない。エレン・イェーガーの生家の地下室にたどり着けば、100年にわたる巨人の支配から脱却するための手がかりをつかめるはずだ。あの日に発した問いの答えがほんの目の前に、手を伸ばせば届くところにある。すべては自分の、私自身の夢のためだ。そのために多くの兵士を導き、死に追いやってきた。私は築き上げたおびただしい屍の上に私だけの夢を見ているのだ。ミケ、ナナバ、ゲルガー、ネス、エルド、グンタ、オルゴ、ペトラ、そして無残に散っていった全ての兵士たちを。私の命一つでは不足かもしれないが、いずれ償いはする。地獄に落ちたその後で必ず償わせてもらう。必ずだ。だがそれは今ではない。この世の真実が明らかになる瞬間には何としても立ち会わなければならない。何を捨て去ったとしても私の信念が揺らぐことはない。